ちは、MB サポートの管理人です。今回は、ウエスタンデジタルの 3.5 インチ、デスクトップ、ハードドライブ、WD30EZRX-1TBP、つまり、3TB のハードディスクドライブに、挑戦します。挑戦って、どういうこと？私が使っているマザーボードは、2007年に購入した、ASUS の P5B、プレミアム、ビスタエディションで、当時は P35 が主流でしたが、マザーボードに付属するスクリーン上、使いたいがために、1世代古い、P965、チップセットを、搭載したこれを選択しました。左が、SATA 電源コネクタ、右が SATA コネクタを、挿す場所です。接続に必要なのは、SATA ケーブルと、SATA 電源ケーブルです。SATA ケーブルは、ハードディスクドライブとマザーボードを、接続するケーブルです。SATA 電源ケーブルは、電源ユニットから伸びています。そうそう、話を戻しますが、果たして、この古いマザーボードで、2.19TB の壁を乗り越えることができるのでしょうか？まあ、起動ドライブではなく、データ保管用の増設ドライブなので、最悪でも 2TB は認識するだろうと、予想して、3TB のドライブに挑戦しました。今回は、ただ増設するのではなく、交換作業になります。まず、現時点でハードディスクドライブは、4台設置しています。Windows 7、Windows 8、Windows 8.1 プレビューが、インストールされている 500GB、データ保管用の 500GB と、1TB、テレビ録画用の 2TB です。今回、データ保管用の 500GB の、ハードディスクドライブを、3TB に交換しますが、500GB のデータを、一時的に他に移動するスペースがないため、まず 3TB のハードディスクドライブを、増設します。その後、データ保管用 1TB の、データを、増設した 3TB に、移動して、ドライブ文字を変更します。1TB のドライブをフォーマットして、データ保管用 500GB の、データを 1TB のドライブに、移動します。最後にドライブ文字を変更して、データ保管用の 500GB を、撤去する流れになります。まずは、パソコンケースのカバーを、開けるので、電源ユニットの IO スイッチを、オンの方に倒します。電源ケーブルを抜きます。USB、ディスプレイ、LAN ケーブルなど、コンピューターに接続されたケーブルを、すべて抜きます。そうそう、元に戻せるように、メモしてから撤去してください。それでは、ケース、側面カバーを開けます。まずはネジを緩めます。カバーを引き抜きます。おっと、忘れていました。側面のケースファンのコードを、マザーボードから引き抜かなくては、なりません。暗くてごめんなさい。マザーボードのケースファンコネクタから、ファンケーブルを引き抜きます。上から、システムがインストールされた 500GB、データ保管用の 1TB、データ保管用の 500GB、付箋は、今回交換するドライブの、目印です。最後が、テレビ録画用の 2TB です。SATA 電源ケーブルは、残っていたかな？お、あるね。これでドライブを増設できます。とりあえず、3TB のハードディスクドライブは、ここに収納します。後で、付箋の貼ってある場所と交換します。この PC ケースには、専用のレールが付属するので、これをハードディスクドライブに、つけます。ドライブの4つの穴に、はめるだけです。ハードディスクドライブを、シャドウベイに収納します。このやり方は、PC ケースにより異なります。次は、マザーボードの SATA コネクタを、確認します。相変わらず、暗くてすみません。
SATA ケーブルを、マザーボードに接続します。接続できたので、もう片方のコネクタを、ケースの後ろに回します。SATA 電源ケーブルと、SATA ケーブルを、ハードディスクドライブに接続します。まずは、電源ユニットから伸びる、SATA 電源ケーブルを、接続します。次に、マザーボードと接続した、SATA ケーブルを、接続します。これで完了です。カバーを元に戻し、USB、ディスプレイ、LAN ケーブルを挿し、パソコンの電源を入れてみましょう。で、電源が入らない。3年足らずで、壊れるか？電源ユニット。何が壊れたのかわからないので、とりあえず、使っていないパソコンの電源ユニットと、交換してみます。すでに現役を引退したクーラーマスターの、500W 電源ユニットと、交換してみます。これは、音がうるさくて、今の電源ユニットと交換しました。無事、起動したので、電源ユニットに問題が、発生していました。交換する前に、CMOS をクリアしたので、BIOS の設定をやり直す必要があります。フロッピーはない。日本語プリーズ。この辺の設定、忘れたな。あ、そうだ。AHCI に設定するはずだ。オーディオはオンボードの HD オーディオで、2個目の LAN コネクタは未使用です。これ、無効だね。AHCI でいいのかな？あ、いやいや、レイドは使っていないので、無効でいいのだ。ブートドライブは、システムがインストールされた 500GB の、ハードディスクドライブで、2番目は光学式ドライブに、設定します。あ、いやいや、OS を再インストールしないので、光学式ドライブは設定しなくていいか。よしよし、ドライブ後に、増設した 3TB の、ハードディスクドライブが認識されています。最後に、少しだけオーバークロックして、内容を保存します。無事、Windows 7が起動しました。先ほど増設したハードディスクドライブの、ドライバーが自動でインストールされました。しかしですね、新品のハードディスクドライブは、増設しただけでは、Windows が自由に扱えません。よって、エクスプローラーにも表示されません。そこで、コントロールパネルを表示します。コントロールパネルの、システムとセキュリティをクリックします。さらに、ハードディスクパーティションの、作成とフォーマットをクリックします。ディスクの管理が開きました。増設したハードディスクドライブが、ディスク例として認識されているので、ディスクの初期化が表示されています。もし、表示されないのであれば、不明となっているディスクを、右クリックして、ディスクの初期化をクリックします。増設したドライブの容量で、確認してもいいでしょう。2、19TB の壁を、超えるために、GPT、GUID、パーティションテーブル、閉じる、にチェックを入れ、OK ボタンをクリックします。GPT に対応する OS の、種類は、Wikipedia で確認して、ください。とりあえず、私が使っている Windows 7と、8の64ビット版は対応しています。見割り当て領域になりました。この領域を右クリックして、新しいシンプルボリュームを、クリックします。新しいシンプルボリュームウィザードが、開きます。ウィザードは魔法使いです。このパネルをクリックしていけば、難しい設定も簡単にできます。次へと書かれたボタンをクリックします。今回は、3TB のすべてを、一つのボリュームとして使います。そのまま次へと書かれたボタンを、クリックします。3TB って、メガバイトに直したら、300万メガバイトですよね。
なんで286万 1459MB しか認識されていないの？その話は後にしましょう。そのまま次へと書かれたボタンをクリックします。このボリュームを次の設定でフォーマットするをチェックしてファイルシステムを NTFS にボリュームラベルを任意で入力してください。今回はデータ保管用の 3TB のハードディスクドライブを増設したので、データ半角スペース 3TB と命名しました。さらに、クイックフォーマットするにチェックを入れ、次へと書かれたボタンをクリックします。以上で、増設したハードディスクドライブに、Windows が扱える新しいパーティション、つまり、領域が作成されました。ディスクの管理で、正常プライマリパーティション閉じると、表示されています。領域を作成したので、エクスプローラーにもドライブが表示されました。エクスプローラーに表示されるドライブは、物理的なドライブではなく、パーティションの数です。さて、次はデータの移動です。データ保管用 1TB のデータを、今増設した 3TB の領域にドラッグ&ドロップで移動します。この 1TB の領域が満帆になったので、3TB のハードディスクドライブを購入したわけです。この作業には、11時間35分かかりました。夜に始めて、朝起きたら終わっているタイミングで、作業しました。データの移動が完了しました。今、データ 1TB の E ドライブと、データ 3TB の J ドライブに、保管されたファイルは同じです。データを移動したので、ドライブ文字も移動します。まず、データ保管用 1TB の E ドライブを変更します。変更と書かれたボタンをクリックします。E という文字を他のドライブで使いたいだけなので、E 以外を選択して OK ボタンをクリックします。今回は K を設定してみます。はいと書かれたボタンをクリックします。はい、K に変更できました。エクスプローラーでも確認してみます。変更されていますね。次に、3TB の J ドライブを右クリックして、ドライブ文字とパスの変更をクリックします。先ほど開放した文字 E を指定して、OK ボタンをクリックします。これで、保管されているファイル群と、ドライブ文字を入れ替えることができました。これをする理由は、フォトギャラリーや Windows メディアプレイヤーで、特定のフォルダーをライブラリーとして、設定していても、行方不明のファイルを出さないためにです。データの移行と、ドライブ文字の交換が終わったら、データ保管用の 1TB、K ドライブをフォーマットします。K ドライブを右クリックして、フォーマットをクリックします。ファイルシステムに NTFS を選択して、OK と書かれたボタンをクリックします。フォーマット中です。フォーマットが完了しました。クイックフォーマットを選んだので、早かったです。エクスプローラーで見ると、K ドライブが空っぽになっています。今度は、データ保管用 500GB の D ドライブのファイルを先ほどフォーマットしたローカルディスク K ドライブに移動します。500GB のデータを移動するのに6時間59分かかりました。D ドライブのドライブ文字を変更します。D 以外なら何でもいいです。今回は L にします。はいと書かれたボタンをクリックします。はい、L に変更されました。次に、データ保管用 1TB の K ドライブを先ほど開放したドライブ文字 D に変更します。K から D に変更できました。あとは、
このパソコンで一番古いハードディスクドライブ、500GB を撤去します。マザーボードから、不要な SATA ケーブルを、撤去します。ハードディスク本体を撤去します。ハードディスクからレールを取り外します。まあ、これに入れて保管するか。いいね。最後に、500GB のドライブが、収納されていたところに、3TB のドライブを移動します。これで、上下に1段ずつ、空きスペースができ、前面ファンからの空気が、効率よくハードディスクドライブに、当たります。これが、すべての作業を終えた、エクスプローラーのコンピューターです。これで、マインクラフトのプレイ動画を、たくさんストックできます。最後に、3TB のハードディスクドライブなのに、72TB しか使えない理由を、説明します。このハードディスクドライブの、容量をバイトで表すと、3兆、4億、5722万、8288バイトです。人は、数えやすいように、1000を基準に単位を変更しています。確かに、人間の計算方法だと、約 3TB だとわかりますね。しかし、コンピューターの認識では、1024で単位が変わります。2進法で2の10乗、つまり、1024です。最後まで見てくれて、ありがとうございました。